黒龍です。今日はね、自分の体験なんですけど、六六首という話をしたいと思います。それではどうぞ。あれは自分が小学校6年の時ですね。その時、埼玉県の、もう今区だとかなんかそういうちょっと都会っぽくなっちゃったんで、もう今あれですけど、何々市の頃なんでね、もう結構何十年も前の話なんですけど、自分の部屋がそれまで小学校5年生の中ぐらいですかねまでなくて、自分の部屋が欲しいな自分の部屋が欲しいなと思ってたんですけど、兄の部屋を移動するにあたって、まあ小さい部屋がパッと空いたんですよ。もともと兄が寝てたとこなんですけど、そこで自分が布団広げて、勉強机があって、なんか使わないステレオだとかそういうのをなんかちょっと荷物部屋みたいになりそうだったんですけど、そこで自分が寝たり生活をしてましたね。そしてそこで、あれはどれぐらいの季節だったかな、ちょっとあったかい時期だったと思うんですよ。で窓を開けて、寝てたんですけれども、布団を入り口の方に、入り口があって、こう四角い部屋があって入り口があって、部屋の奥のところに勉強机があって、それの反対側にステレオがあって、でベランダに出れる大きい吐き出しの窓があったと思うんですけど、で入り口の方に頭を向けて寝てたんですね。そしたら、その寝て、ちょうどね、あれ何時ぐらいだったかな、1時2時ぐらいだと思ったんですけど、初めてなんですけど人生で、それが1回目の初めての経験で金縛りにあったんですよ。それでこう寝てますよね。で勉強机が部屋の奥なんで、自分のこの足元の方に勉強机があるんですけど、初めこうパッと目が覚めて、もうその瞬間に金縛りなんですよ。あれ不思議なもんで、指一本動かないんですよ。ただ動くのが目だけ動くんですよ。だからこうぐーっと金縛りになって、初めての金縛りなんで何が起こってるかわからないんですけど、目だけキョロ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 こうやって動くんですよ。それでいろいろ目を動かしていくと、こうなんていうんですかね、自分の頭枕がこうあって、ここのところに誰かが座ってるのが分かったんですよね。それで初めは大人なのは分かるんですけど、小柄の女性なんですよね。自分の母親も小柄な人なので、母親が何かやってるのかと思ったんですよ。例えば洗濯物干せるベランダに出れたんで、なんか取り込んでるのかとか、そういうふうに思ったんですけど、こうじーっと真っ暗ではなく、こうなんていうんですかね、昔のこう引っ張るカチッカチッカチッっていう電気の、マックスについてて、2回目ちょっと暗くなりますよね。で3回目のちょうどこのろうそくみたいな色の電球あるじゃないですか、ちっちゃい、あれで寝てたんですよ。それでこう目をぐーっと下にあれしたら、ここに女性が見えるんですよね。で金縛り中って声も出ないんですよね。本当に目しか動かなくて、で自分の母親のことを呼んでるんですよ。お母さん、お母さんって呼んでるのに声は出ない。でもこの女性は反応がないんですよ。それでもっとこの女の人が
誰か確認したいと思って首をこうぐーっと持ち上げようと思ったら少しだけ浮いたんですよ、首が。そしたらそこでまた金縛りになっちゃって、ずっと金縛りなんですけど、結局首がここで固定されちゃったような状態になったんですよね。そしたらここに座ってる女性が、カメラが自分の目線だとすると勉強机がここにあって、こういう風に座ってるんですよ。このカメラの視点が自分ですね。そしたら首がグーって自分と、目が合うような状態ですよねになったんですよ。ただいくら小学校6年生でも違うなっていうのが分かったんですよ。それなんでかっていうと、体は間違いなくこっちの壁の方に向いてるんですよ。こっちにクーって動いたのが首だけなんですよ。ってことはこっちが体の正面だとしたら、正面は向こう向いてるのに首だけこっちに向くんですよね。それでこう自分がこうその女の人を見てるんですけど、お母さんじゃないんで誰誰って頭の中では言ってるんですね。そしたらこのクーって向いた首が体は向こう向いたまんまブーって近づいてきたんですよ。首だけわかります？首だけですよ。首だけがグーッと向いてきたんですよ。それで自分の首がこう固定されちゃったような状態のところで顔がここまで来たんですけど、綺麗な女性なんですけど、おしろいっていうのかな、京都の舞妓はんみたいな白い顔なんですよ。それが血色が悪いのかおしろいなのかどうかっていうのはこういうちょっと暗っぽい部屋なんであれなんですけど、真っ白な顔してて、紅をスッと刺してて、ここが少しほんのり赤いっていうのを覚えてるんですよ。ただ舞妓さんみたいに髪をこう言ってるわけじゃなくて、髪がただ長いんですよ。バーッとこう胸のくらいまである。だからこうぐーっと顔が近づいてきて、自分にこう髪がさーっとこう覆いかぶさるぐらいのここまで来たんですよね、顔が。その瞬間に自分が助けてくれ、助けてくれ、誰か助けてくれって叫んでるのに全く声が出ないんですよ。そしたらこの怖いっていう感情から怒りに変わった瞬間があって、なぜかその六首の女の人がニコーって笑った時に口がこうちょっと裂け気味っていうか、ものすごい口がこっちの方まで来てるんですよね。ただその怖いっていう感情よりも反撃しなきゃっていうか、自分がちょっと格闘技を幼少からやってたんで、なんだこいつっていうような感情になったんですよ。それでぐーっとここでクス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 笑ってるんですよ。で動けないだろ動けないだろって言うんで、それがもう子供ながらにカチンときちゃって、自分利き手が右腕なんでこういう風になってるんですけど、右手をなんとか動かそうとして動け動けってやったら右手でバーンって殴れたんですよ。殴れたんですよ。ただその時には六首が消えてて、その古いステレオがあったんですけど、その窓ガラス、そのガラスのこの扉をバチャーンって割って手に大怪我したっていう話です。今回の話はですね、お化けとかあやかしとか不思議なものを見ても全部が全部怖いんじゃなくて、たまに怒りがこみ上げるんだなっ
っていう、そういう面白い感情が自分の中で芽生えたよっていうような話でした。それではコクルイでした。バイバイ。イエイ。今度ね、総流マスク作ったから。そうそう、総流マスクかっけえから。あと T シャツとさ、あれで作れるからマスクかっこいいよね。全然明るいぜこれ。むしろちょっとこっちは消した方が雰囲気出るかもしれない。これじゃ明るすぎるわ。いいんじゃない？かっこいいじゃん。かわいいかわいい。18日に届く。マジか。うん。18日に届くの。うん。66のですね。カバラで。なんか花火やる前の人みたいになってる。誰が？オフショップ。その綺麗な板を地べた座ってもまあまあ